どうも、ともそうやです。前回動画は Amazon 地域にあるプカルパという都市、さらにもっと奥のジャングルにある部族の村について、まるで時代がタイムスリップしたかのような雰囲気や、主にアヤバスカセレモニーについての様子を動画撮影、シピ部族との絡みが忘れられないくらい最高。そして今回はプカルパ後半の動画、中心部の様子や市場での刺激的な飯が見どころ。ハロー YouTube のプカルパからにゃんにゃん。どうも、ともさやチャンネルです。今回ね、後半の動画になります。皆さん、Amazonペルーの今ねプカルパっていうところに滞在してて、これが Amazon の地域になるんですよ。で Amazon の地域前半と後半で動画分けてて、これは後半の動画になります。前半の動画ねまだ見てない方はねぜひ見てもらえたらと思います。前半は超ローカルな村に移動してアヤワスカの儀式を体験してきました。それについてね動画出してるんでね、よかったらぜひね、で今回はねもうプカルパのね街を自由に歩いて、とりあえずねひたすらね何か食べたいと思います。お腹空いてますね。アヤワスカの前って食事制限とかがあって、いろいろね食べたいものもね食べれなかったことがねずっと続いてたんですよ。なんでね今日はねとりあえずねいろんなものね食べたいです。アマゾンの地域でしか食べれないようなものとかもねあるんで、それをね食べてぜひ皆さんにね見せれたらなと思います。猿とか食べたいと思ってますんでねなかなか食べれんと思うよ。今日の天気と街並みはこんな感じ。天気はもう快晴ですね。でね相変わらずね元タクシーっていうんかな、トゥクトゥクみたいなのが街上ねバンバン走っててね、もうねほんとね相変わらずうるさいって感じですわ。こうやって渡る時もね結構気をつけなあかん。暑すぎる。ただねこうやって日陰に入ったらねめっちゃ涼しい。宿におる時もねそんなにね暑いとは感じないんですよ。クーラーとかないけど扇風機はある感じやけど、扇風機も使ってないって感じかな。乳首はみ出してもうてるんよ。完全なる中心街ですね。セントロの中心街。今泊まってる宿ホスタルインディペンデンシアっていうんですけど、そこから徒歩10分15分ぐらいかな、12分ぐらいか、まあすごいねおすすめのホテルです。僕結構20軒ぐらい決まったんやけど、その中でも一番安いホテルって感じですね。20ペソのホテルというか20ペソのね部屋があったり25ペソの部屋があったりって感じです。ちょっとおしゃれな雰囲気になってきましたね。セントロ中心街、こうやってね9ソルでお昼ご飯食べることができたり 8ソルでお昼ご飯食べることができたりします。はい、到着しました。メルカードヌメロウノ、直訳したらちょっとね親父ギャグみたいになるんですけど、一番市場ですね。日本語で直訳するとけどここでね珍しいものを食べることが多分できると思うんで、早速ね入りたいと思います。まあザ市場って感じの内部、道をかき分けて上に行く2階のフードコートに食べる場所があるんですよ。この場所でね多分モノアサードというかお猿さんを食べることができます。結構探したけどなかなか食べることができないんですよ。まずはいい感じに塩味が効いたパスタ入りおかゆみたいなのが来た。これはこれでね味がしっかりねして美味しい塩味が。でジュースは多分チシャモラだと思う。でバナナフリットマハスが来た。これが多分ねお猿さんのなんか肉らしいんですよ。でもお猿感ないな、全然見た感じ。こんな雰囲気。お猿かどうかはほんまにわからん、食べてみると。でねバナナはねとりあえずね硬いで食べ焼けたアヤバスカ中にめちゃめちゃ食べたんで、ジュースはジュースでかき氷のシロップの味がする。この爪の感じとかわかるかな。これが猿の爪。硬いね。で食べた感じちょっとねっとりとしてて鶏肉に近い感じだった。猿ですね。今猿を感じています。なんだろうな、思った以上にゼラチン質ではないけどねっとりしてるわ。白身魚のようななんか淡白な味もしてきた。ではこんだけジュースとかスープとかもついて10ソルはかなり破格。10ソルでこんな珍しいもの食べれるって考えたらすごいですね。おすすめです。お客さんが来た時にみんなねお客のね奪い合いがねほんま激しい。マジで必死。
こっち来いこっち来いこっち来いみたいな、お猿さん何円ですかってね、別の女の人に聞いたらないって言われたんですよ。その瞬間すかさず別の女の人がうちあるからうちのとこ来いみたいな感じですしね。バナナの威力が半端ない。めっちゃ腹満腹やけどこんなんでは収まらんぞ。こういうのもありますね。面白い面白い。これがマハスらしい。スリ¿Cuánto cuesta? 5 soles。これ面白いな。食べてみようかな。こんな感じで僕が今から食べるね芋虫ちゃんをね焼いてくれています。軽くスナック感覚で食べれますね。パラパラというアルコール、もう何かわからないお酒かどうかもわからん。サルーあ、うん。bueno。あく、caliente。うん。お、うまい。リコ。グラシャス。美味しいです。全く癖がないクリーミーな感じ。噛みつぶした後になんかなんかね、薄い牛乳がギューって出てくる、ジュワーって出てくるのがまた美味しかった。幼虫の皮もなんだろう、今なんか後味白身魚みたいな感じやもん。後味が美味しいわ。で付き添いのなんかユカもらいました。これもまた腹たまるんよ。さっき食べたバナナとユカとジャガイモのコンボ、腹たまる。なんか変なもん持ってきたぞ。ボアたって1時間ぐらいの一番中のね滞在期間だったんですけど、すんごいいい経験ができましたね。ただでも自分が食べたものが何かわからん。結局なんかマハスって言ってたんですけど、あれはお猿さんじゃないのかな。なんかお猿じゃない何かな気がする。ちょっと待ってよ。プカルパ自体がねアマゾン地域なんで、一応アマゾンにある川ですね。アマゾン川、これアマゾン川って言っていいんかな。まあアマゾン地域にある川みたいな感じか。ぶっちゃけた話ね、ちょっと静かなところでね休憩したいんですけど、静かな場所がほんまにない。このプカルパ基本的にもうバイクタクシーの音でうるさいんですよ。でこの辺はこの辺で周りの BGM がうるさい。で川沿いに行ったら今度ボートの音がうるさい。どこに行ってもうるさいプカルパです。パチ屋とゲーセンとカジノを足して3で割ったような場所も一応プカルパにはあります。こんな田舎の地方にこういうねお店みたいなのもあるんやな。まあ入らんすけどね。さっきからねこうやってね休憩する場所がねみんなねほぼほぼ船の形なんですよ。なんでこんなに船にこだわってるんかな。まあこっちにあるのは普通のベンチやけど、それにしてもねカフェとかがね全くない。なんでもう Wi-Fi 使えるカフェとかがあったらね入ってねクーラーの風浴びながらねちょっと作業とかしたい感じなんですけどね。一番の中心地多分着いた。街の中心街ねこんな感じでねバリアされてて入ることができないです。ほんでその周りにカフェがね3つぐらい横並びであるんですよ。そのうちの1つカムっていうでかいカフェ Wi-Fi あるのにないって嘘つかれました。残念。吸い込まれるようにしてちょっとねおしゃれな高級チックなコーヒーバーみたいなところに入ってしまった。普段こんなとこ行かんけど無意識にめっちゃ高そうやけど、まあアイスコーヒー頼んで9ソルなんでまあ許容範囲ちゃうかな。360円、まあ許容範囲やろ。このメニュー表を見てもらったらもう本格感伝わるやろ。この感じペルーのプカルパでこの感じ。コーヒー登場。思った以上に結構ねパンパンに入っててね、僕のお腹ぐらいパンパンにねコーヒーのパンパンにね入ってきてますわ。コーヒーに乾燥させたレモンを入れる新しいスタイル。これがペルースタイルなのかな。あーうまい。ガムシロップの味がするんやけど、コーヒー豆のね香ばしさとか苦さっていうかはガンガンにガムシロップ入れてますっていう感じの味。コーヒーついにね飲み終わったよ。
このコーヒーね、あまりにも甘すぎたのかな、中にねアリ酸が入っていました。ちなみにこのお店はね、もしかしたら曜日によっていろんなサービスがあるのかもしれませんね。で、お店の雰囲気に映すの忘れてました。こんな感じのね、ほんまに内装超おしゃれなお店の雰囲気。今トイレに来てるんですけど、絶対ね、あそこね隠し通路がある。ゼルダの伝説だったらあそこにね爆弾置いたらね、レレレレレレってね、隠し通路が絶対発生するな。誰か爆弾持ってきてー。なんかあの作業楽しそうやな。なんか混ぜてもらいたいわまあそんな感じでちょっとね休憩終わってどっかね向かいたいと思います。このちょっとデカめのうちはハーピーの羽毛布と同じぐらい効力がありそうですね。ちなみにこういうのね結構売られてるんですけど、これねアヤバスカで作られたネックレスらしいですね。これはねボアっていうでかいヘビで作られたなんか汁、何に使うかがわからん。僕ね絶対買わんので、ほぼほぼねスタコラさっさって早歩きで行くんすよ。なんかバンバン話しかけられてもあれなんで。ただでもねこれねゆっくりね見ながらね質問とかしながら歩いたら結構面白い。いろんなもんが売られてある。ちょっとだけ軽くね動画撮影します。腕と足がない人が踊ってる、こんな感じで音楽に合わせて腕と足ない人が踊ってる。まあ正式に言ったら片腕と片足がないと、いや両足ないなあれ。公園にやってきたんですけど、こんだけねいろんな棒があって、すごいね懸垂に適した棒がない位置とか棒のね太さとか全てを考慮して、なんかこれぞアマゾンって感じの雰囲気やな。フィリピンにありそうななんか雰囲気の集合住宅みたい。なんかようわからんけど市場と思ってきたら学校みたいなところに来てしまった。小学校からこの子供たちの小ささからしたら、まあみんななんかサッカーとかしてるような感じですね。やっぱバレーボールも人気そうやな。バレーボール教えてやろうかな子供たちに。まあただ僕ちょっとコミュ力ないんでね無理っす。その輪の中に入っていく勇気がないっすわ。この場所にちょっとね来てしまったけど、実際ね何をしたらいいかがわからん。まあくるっと一周して退散しますか。特にこの場所でやることもないんで。むしられました。僕ねメキシコ人の友達から言われたんですけどね、あんまり小さい子供とかを許可なしに勝手に撮影とかしたらその保護者から殴られるぞとか言われたことあるんですよ。一人いけた。オラコメスタース。優しいですね。もう僕はこれで一人ぼっちじゃないです。正直に言っていいですか、瞑想中ですね。この場所に来て自分が何をすればいいのかマジでわからないです。正直な話、これねもしねペアで YouTube をやってたら多分一人が撮影して一人が子供らに絡んでとかできるとは思うんですよ。ただ自分が一人なんで撮影ムチョグソーカポネース。やばい、人気者になってます。逃げないといけません。ムチョグソーイエーイ。そんな感じで解散したいと思います。そして小学校に迷い込んだ結果、僕は有名人になりました。ヤッホイ。便秘気味なのかな。ちなみにねちょっと行きたかった市場に関してはここの市場なんですけど、市場が閉まってます。なんでまあ夕日だけ見て戻ることにしましょう。それにしてもねプカルパの夕日ねめっちゃ綺麗にですよ。鮮やかやわ。やばい、マジで全然お腹減らん。バナナとユカとジャガイモのせいや。ほんまにお腹減らんので一応ね運動します。まあでもそろそろねほんま晩ご飯食べんとね時間もあれやし、
お店閉まっちゃうんでお腹減ってないけど晩ご飯一応食べに行きますわ。思いっきり油を使ったものを食べたいということで、中華料理のねお店ねやってきたよ。中華料理言うても普通にねペルー風の中華料理ですけどね。でこのコンビナートっていうのを食べてみたいと思います。もうねマジでねアヤワスカのね儀式を受ける前からずっとねそのタジャリンっていうのをめっちゃ食べたかったんですよ。ペルーに来てタジャリンはまだ食べたことなくて、タジャリンっていうのはもうほんまパスタの料理なんですけど、言ったら焼きそばみたいな感じですね。それがね食べたかって、でついに今日それをね食べることができます。でそれだけじゃなくてコンビナードっていうのにしたらなんかチャーハンもつくよっていうのを教えてくれたんで、それめっちゃいいナイスアイデアやんと思ってそれにしました。嬉しいな。でお店の雰囲気はこんな感じですね。なんか赤いお店ってやっぱ中華料理感出てますよね。海外の中華料理あるある、とにかくボリュームがエグい。これは腹いっぱいになるぞ。めっちゃ嬉しい、嬉しすぎる。中華料理ってこんなに美味しかったっけと思うぐらい美味しいんやけど、味濃くてブロッコリーとかも入ってるし、めっちゃ栄養も取れるしマジ嬉しい。うまい。でもね麺がねラーメンの麺みたい。焼きそばというかどっちかというと細麺に近い感じやな。チャーハンはね僕の大好きな大阪の新世界にある香港っていう中華料理屋さんのチャーハンの方が好きなんですけどね、こっちの方が断然ねコスパはいいかもしれん。さすがにこれは腹パンパンになるわ。ほんままあでもうまいな。久しぶりに中華料理食ったら、最後の最後にね隣に座ってたね若いね僕が可愛いって思ってた女の子が僕に話しかけてくれましたわ。なんて話しかけてきたと思う？中国語喋ってって。日本人やてー。まあそんなんどうでもいいんですけど美味しかったですね。ただねやっぱね日本のね焼き飯の方が絶対美味しい。何が違うかっていうとやっぱりねペルーの米はねパサパサなんですよ。日本人のふっくらした米が久しぶりに食べたいなって思いますね。味付けはやっぱりね濃い感じで美味しかったけど、そんな感じですわ。それにしてもね究極完全体腹はち切れそうモードですわ。お腹いっぱいお腹いっぱい。何これたまたま見つけたんやけど、ホテル日系兄弟やって日本人が経営してるホテルなんかな知らんけど。さあプカルパ最終日ですね。いろんな思い出ができたんでね名残惜しいです。リマに移動します。その前に今日もねちょっと市場に出向いて珍しいね食べ物をね食べていきたいと思います。はい、やってきましたよ。今日はねモテロというものを食べてみたいと思います。モテロは要するに亀ですね。亀をモテロと言います、このアマゾンの地域では。今日もドリンクはこんな感じでコップに入ってるのではなくこんな感じで持ってきてくれました。同じで昨日と同じでねチチャモラーダですね。昨日ね中華料理食べたんでねめちゃくちゃ喉乾いてたんですよ。で進みましたわ。やっぱり相変わらずバナナは来るんやな、いらんのに。完全に昨日と同じようなコンボです。バナナは1個減っててラッキーかもしれない。はい、やってきました。完全にモテロですね。モテロの前足ですわ。握手できますね。うわすごいな鱗。これかぶりつけるのか。めっちゃ硬そうなんやけどこの感じ。弾力があるぞ。で中はね肉って感じですね。ゼラチン質ちょっとこのね外側はやっぱりねちょっとゼラチン質でまあ柔らかい感じなんですよ。で中はまあ赤身やけどやっぱりちょっとねどこかね魚の雰囲気があってマグロみたいな感じかな。マグロの頬肉みたいな感じのちょっとなんか茶色系っていう味で、この鱗の部分は硬いです。完食しました。モテロ食べれない部分はこんな感じでね食べれないんで残しました。握手おおめっちゃ優しい。ちっちゃモラードをパワーでしてくれました。別にいらんのやけどな。お腹いっぱいやわほんま。めっちゃ腹いっぱい。なんかね水っ腹ないよな。スープとかいや水っ腹じゃないか。バナナも食べたしじゃがいもも食べたし米も食べたしスープにはパスタも入っとったし、そりゃお腹いっぱいになるか。それにしてもね海外でねたまにあるねお釣り遅い問題、あれどうにかならんかな。お釣りずっと待ってるんやけどなかなか帰ってこん。むちょぐそーいらっしゃい。
らっしゃいますいらっしゃいます。あの市場居心地よかった、ほんまに。飯食った後もねおかわりさせてくれたし、ジュースで、多分ね働いてる人のねお客さんあんまりおらんかって暇だったと思うんで、僕の周りに集まり出すんですよ。で、名前は何みたいな、年齢は何みたいな、何人とかめっちゃ聞いてくれて、みんなでなんか7人ぐらいかな、最後もずっと会話してました。ちょっとだけねスペイン語喋れるんでね、なんとかなるんですよ、会話とかも。分からんかったらもう一回聞き直したらいいし、最悪ね翻訳アプリとか使う手もあるし。でももうペルー来て翻訳アプリあんま使ってないな、よう考えたら。でも楽しかったっす。そんな感じでね、もうねやり残したことはねないっすね。1個ある。さあ最後の最後にね、初日仲良くなったね男の人にね会いに行ってね、なんかアクセサリーでも買ってあげようかな。その子頑張ってアクセサリー売ってたし、でお土産買って宿に戻って荷物回収してバス停に向かうっていうのがもうね今日の最後のミッションです。こんな感じでね、たくさんねブレスレットとかその他アクセサリーが売られています。ここでねグッズを販売しているねお兄さんとね初日ね仲良くなってね、いろいろねなんか教えてくれたりしたんで、友達の分とか家族の分、妹の分とか母親の分とかいろいろねブレスレット買っていこうかなって思ってます。こんな感じ、結構顔がかっこいいお兄さんですね。購入した後はどうも購入ありがとうだけじゃなくて、ちゃんと長さ調節もしてくれてる親切優しさ。セントロがここにあって、ここにね大体結構ねいろんなアクセサリーねみんながね売ってるんですよ。でこの場所にこのお兄ちゃんがいます。むちゃくらしゃす。ついでに靴下も購入。靴下3つでシンコソレスだったんですよ。5ソルなんでだいたい200円ぐらいかな。安いね。こういうね安くね品物売ってる時に買い込んどった方がいいと思いますよ。懐かしい、超懐かしい。めんこやってる。しかもポケモンの柄があったんで、僕ね多分小学校か幼稚園ぐらいの頃に持ってたんですよ、ポケモンのめんこ。めんこ懐かしいよな。mucho gusto. No, no entiendo. Ya no soy chino, soy japonés. Gracias. Adiós. バス停到着しました。一応リマまでのバス代は70ソルでしたね。60ソルとかのあったけど80ソルでウスカマっていうね、なんかこの寝ることができるバスか何かだと思います。とりあえず70ソルなんで普通のバスですぐに出発するということでそれに決めました。バスの中はこんな感じの雰囲気で割と快適ですね。モンゴルの時のね24時間だったかな、あのバス。その時のねバスのクオリティと考えたら比べたら全然快適。18時間とかマジで余裕、ずっと寝とけるわ。はい、最後までね動画見ていただき動画ご視聴ありがとうございました。最後ねもうスパッと感想なんですけど、 Amazon の動画前半と後半にまず分かれてます。ちょっと何度も言ってるかもしれないんですけど、前半のね動画ね見てない方はそちらもねちょっとね見てもらえたらと思います。前半の動画も含めて本当に日本ではね味わうことができないような非日常体験っていうのを味わうことができてね、本当に素晴らしい経験に、ね、なりました。ほんまにこれね僕が旅で求めてることをいろいろすごく味わえたかなって感じですね。単刀直入に言ってすごいねおすすめです。イキトスっていうところもあるんですけど、もっと多分 Amazon になると思うんですよ。プカルパからイキトスまで船でねハンモック船で行くことができるんですけど、そっちもね個人的にはね体験してみたいなって考えてますね。感想はそんな感じです。でちょっとこっからね余談なんですけど、ちょっとね旅の参考にしてもらえたらと思います。現在ね実はもう首都のリマ来てるんですよ。でプカルパからリマまで結構な距離あって、地図見てもらったら分かるんですけど、バスに乗ってきたんですけど、プカルパのトランスマルっていう場所からバスに乗ってきました。値段的には自分は70ソルでしたね。ほんでいろいろ値段聞きまくったんですけど、高いバスでも80ソルぐらいでした。参考にしてもらえたらと思います。で大体18時間ぐらいって言ってたんですけど、マジでバスのろまなんですよ。亀みたいな動きで人力で動かしてるんちゃうかってところどころ思うところもあって、途中でなんか故障して1時間ぐらいストップしてそれを急に直し出したりとか、そんな感じで24時間かかりましたね。めっちゃ疲れましたけど、実際ねバス自体のクオリティがかなりいいんで余裕です。正直
18時間とか余裕です。まあ僕は24時間かかったんですけど、バスも綺麗だったんで。ただこっからなんですけど、運が悪いことにトコジラミ大量発生。僕の座席とその横の座席にトコジラミがめっちゃ生息しとって、最初なんか分からんけどところどこ体がめっちゃ痒かったんですよ。足のところとかで背中の腰の部分がやたら痒かって、これ明らかにおかしいって気がついたんですよ、その痒さから。でパッとちょっと見たら、こんな大きさわかるかな、結構デカめのトコジラミみたいなのがおって、最初それデカすぎてトコジラミって気がつかんかって、フォルムとか色的にうわトコジラミにめっちゃ似とる、でもかなりデカすぎるんでトコジラミではないなと思ったんですよ。ほんでその後ちょっとかゆいぞと思ってところどころ見たら、同じ結構デカめのサイズのトコジラミがもう2匹ぐらいおって、うわめっちゃおるやんと思って、これ見たくないなと思って、パッてなんかこの座席の下こうやってパッてめくってみたら、トコジラミがぐわーうじゃうじゃおって、これやばいと思って、それじゃかゆいわと思って、マジ気持ち悪いと思ったんですよ。でもそこでね、まあ座席変わらんかってもうめんどくさかったし、我慢するしかないかと思って、そしたらその後ちっちゃいトコジラミとか中ぐらいのトコジラミとか僕の座席の横見たらめっちゃ歩いてるんですよ。いやめっちゃおるやんと思って、で僕の座席の下確認したらおるし、でこれはあかんと思って、だんだんめっちゃ体もかゆいしみたいな、すごい蚊に刺された跡みたいなのがめっちゃ体に出てるんですよ。で明らかにこの腕とかこの長袖長ズボンなんで噛まれるはずないのに、この辺めっちゃ蚊に刺された後ブワー出てきて、で席移ってなんかもうかゆみは収まったって感じですね。まあとりあえず皆さんもねこれ参考にしてもらえたと思います。18時間って言われても24時間かかることもあるし、まさかの綺麗なバスの中でもトコジラミが大量に発生する場合もあります。ほんで他の席のお兄さんとかもなんかザワザワしだして、こうやって明かり照らしてるんですよ。ブツブツトコジラミがどうのこうの言うてたんで、多分他の席にもおったんかな。まあただ全部の席におったわけじゃないとは思うけど、ほんまに運悪かったらそういう席にも当たるんで気をつけてくださいって感じで、動画ご視聴ありがとうございました。皆さん今からのありがとうございます。次回どもそやチャンネル。プカルパからまさかの24時間かけて首都リマへ移動。アマゾンから大都会に来たのでギャップが半端ないけど、どこでも順応するタイプともそうやは、リマ中心街の端から端まで、メジャーな観光地から危険地帯まで縦横無尽に動画をお届けしちゃいます。